こんにちは、リリラボのリリーです。こちらは Mac10 のヘッドレス8弦ギターの紹介動画の第2回です。前回はスペックについてでしたが、今回はガイさんが気に入っているところといまいちに感じたところをお話しします。はい、では気に入ってるポイントですと、まずやっぱりフレットですね。これはセラーの言う通り、すごくよく仕上げられたフレットだと思います。で、前回のドナーの時も、あれは逆にね、価格帯考えてもびっくりって感じでしたけど、これも同じようにステンレスだけどツルツル、表面ザラザラ現象は発生せず。でやっぱステンレスフレットをツルツルに磨き上げるのってすごく大変なんですよね。手間がかかる、硬いから。でやっぱ技術がいるんでしょうね。はい。でその通りになってて、エッジも当然全然引っかかりないですし、はい、よくできてると思います。で次に、これもセラーのアピールポイントの一つである低減光が実現できますよってところで、これさっきのフレットのすり合わせと連動してる部分ではあるんですけど、さっきも言ったように私別にそんなに超ローアクションのギターが好みというわけでもないんですけど、とはいえ下げられるに越したことはない。でもそうですよね、下げられる、できる、ここまでできるよっていう余裕があった上でのここにとどめとくとかっていうのと、ここまでしかできませんは意味が違うじゃないですか。という意味で下げられるギターで、今は下げてますけど、上げようと思ったら上げられるし、というのはいいと思います。はい。はい、次に気に入っているところですが、割と重要な話、ギターとしての鳴り方が気に入ってます。で、今までね、結構ヘッドレスの、これぐらいの価格帯のギター何本か弾いてきてますけど、アイバニーズの Q シリーズ、この間もちょっと話しましたけど、あれは僕あんまり好きじゃないんですよ。なんていうの？ギター自体の鳴り方ね、ピックアップとか抜きにしてが、なんかボワボワする。Q シリーズは。で、ピックアップ通した音もそんな感じ。作りとかはすごく気に入ってたりはするんだけど、それこそブリッジの部品だとかはお気に入りなんですけど、ギターそのものの鳴り方がなんか弾いてて気持ちよくねえなって思ってしまうので、あんまり好きじゃないです。他にもこの間ちょっと触れましたけど、ヘックスギターズの N400 と500は弾いたことがあって、他にはムーアのハッシュ X と同じような感じでエフェクト内蔵してて、本体だけでヘッドフォンつないで気持ちよく弾けますよみたいなヘッドレスのギターがあるんですけど、あれとヘックスギターズのやつはもうなんか逆に弦の音しかしない感じ。これもだから良し悪しじゃなくて好みの話ですけどね。余計な音がしないとも言えるんでしょうけど、僕はあんまりあれ弾いてて気持ちよくないんで、好きじゃねえなと思いながら弾いてましたけど、この子はその間ぐらい。で、エレキなんだから生鳴りとかどうでもいいやろっていうのも理解はできるんですけど、とはいえやっぱりヘッドホンつけて弾いたりしてても、ここの鳴ってる感じって体で感じるでしょ。これがね、気持ちよくないと、やっぱ手伸びなくなりますね。いくらこのアンプにつないでとかエフェクターつないでむちゃくちゃいい音してても、ここがあんまり気持ちよくないと、いや気持ちよくないはい。っていう意味で、むちゃくちゃ気持ちいいとかじゃないですよ。なんですけど、さっき言ってた連中に比べると、お、いいじゃんって感じ。で、多分これがこのギターで一番僕が気に入ってるところかなという気はする。さっきのフレットの仕上げがとかももちろんあるんですけど、あれってマイナスがない話なんですよね。に対してこれはギター自体が弾いてて気持ちいいなっていうのは、むちゃくちゃいいわけじゃないよ。むちゃくちゃいいわけじゃないけど、全然いいって感じ。はいです。次に気に入ってるところは、このフィニッシュ、サンドブラストフィニッシュって言ってますけど、これが個人的にかっこいいなと思います。この好みですけどね。
なんかほら木目がね出ててボコボコしてて、こことかね年輪の感じがそのまま出てますよね。でちなみにですけど、このフィニッシュというかこの個体はセラーのカラーサンプルに出てたのと同じ個体っぽい。木目が完全に一緒です。なんか得した気がしますね。こんなんよく聞きますよ。なんかの展示会で使われ誰々が弾いたその個体が手に入りましたとかって言ってる人いますね。なんかプレミアム感が。はい。どうですか？私もそれかっこいいと思う。あ、そう。でブックマッチらしいですね。なんで、バックじゃなくてトップ側やね。ここを半分に切ってこう開いてボディ作った感じ。わかる？ブックマッチって。わかんない。本を開くかのようにこういう木を半分に切ってこうする。そうするとここがもともとねつながってた部分なんで、左右対称みたいになってるでしょ。ここで半分。で後ろは全然違うでしょ。そっか。はい。が結構気に入ってます。質感がいいですね。あんまりこう木目銅管とかが出過ぎてると服が引っかかったりするんですけど、そこまでではない。ただ一応ブラック&ホワイトっていうカラーらしいですけど、ホワイトというよりはシルバーかなと思いますけどね。いいと思ってます。はい。次ですが、これも当たり前ですけど、取り回しがいいです。重量ちゃんと測ってないですけど、3キロいかないんじゃないかなぐらいの軽さ。普通のヘッドレスに期待する軽さ、重さ。で、ヘッドも当然ないので、そういう狭いところで弾いてても安心して弾ける。取り回しいいですよ。はい。っていうね、もともと8弦ギター新しく買うにあたって求めてたところはクリアしてくれて。ヘッドレスギターって軽いのもいいことなんだ。これもだから軽ければ軽いほどいいかというと、音はもうやっぱ軽くなるからね。やっぱり5キロあるレスポールにしか出ない音っていうのがあるんですよ。5キロのテレキャスにしか出せない音というのがあって、そういうのを求めると手に入らないですよね。はい。ストランドバーグなんかはさらにこうチェンバード加工というの、中に空洞できています。それで余計に軽い。だからやっぱりリード弾くにはいいけど、ヘビーなリフ弾くと物足りんとかっていう人いますね、ストランドバーグのギター。でもちろん木材だけじゃなくて、考えてるところはこういう金属パーツを増やすことでギターとしての質量を確保しているところもありますね。重い方が一般的にサステインは長くなる。振動しにくい方が、エネルギーがね、体に伝わったりしてなくなる代わりにここで行き来してサステインが伸びるというような理屈らしいですよ。これもだから必ずしもそうはならんけど、一般的にそういう傾向になりがち。でここからは残念ポイントなんですが、これも前回のねハッシュ X プロの時にこのギター取り上げて言いましたけど、まずやっぱりブリッジが最悪。まずもって硬い。でこれちょっと後で分解してね、なぜそう硬くなるのかみたいな話をしようかと思うんですけど、そうですね、金属加工の精度がまず高くないのと、そらそんなとこネジの真ん中くり抜かれてたら引っかかるよねみたいな作りになってるんで、パーツとしての設計に問題があるように思ってます。でそういうパーツしか多分ね出回ってなかったりするから、とりあえずこれつけたんでしょうけど、もうちょっと洗練されてほしいなという気はしますね。
やっぱりアイバニーズとかああいう大きいところは自分のところでこういう金属パーツの設計をして、でそれを後藤とかのね今まで付き合いある有名なところに出して、なんなら金型を起こしてみたいなことができるんですけど、こんな、まあ、半ば個人ルシアみたいなところがやろうとするとありものを買ってくるしかないんですよね。はい。でまあ仕方ないのかなと思いますけど、もうちょっとなんかいいパーツなかったのと思いますね。これが一番の残念ポイント。でこれもこのモデルのアリエクスプレスのレビューに書いてましたけど、やっぱり時代遅れやと、このパーツがね原稿の調整がしにくすぎるみたいなこと言ってましたけど、あとそうですね、原稿感の時にこのサドルが回って、このサドル簡単に回るんですよ、弦乗ってないと。だからすごく不安になる。原稿設定してたのと変わってないみたいなのが、それは春まで分からんし、弦春まで分からんし、これが回るんですよ、くる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 。でそこが回ると原稿が変わる。そうそうそう、これを締めればサドルが沈んでいって原稿が下がる。半時計回しに回すとネジがこう出てきて原稿が上がる。はい。そうですね。あとオクターブピッチ調整するときも、これも前回言いましたけど、すごくやりにくい。ブリッジサドルに関しては、今まで弾いてきた中だと、やっぱりアイバニーズの旧シリーズのブリッジが一番お気に入りかな。よくできてるなと思いますね。これ回してみ。サドル、すぐ回るから。やばくない？めっちゃ軽いっていうか、なんだろうこれ、ネジ閉まってない状態みたいな。そうそうそう。なんでこういう原交換の時にね、元のから変わっちゃいそうでしょ。しかもこれ目印とかないんだよね。一周回っててもわからないんだよね。わからん。なんかこの辺にマジックで何回転とか書くぐらいかな。原稿調整についてちょっと補足です。以前、ハッシュ X プロのレビュー動画で話したときは、このサドルは180度単位でしか原稿が調整できませんという話をしたと思うんですが、それはちょっと間違ってました。このサドル部分と、この下の原稿を調整するための回転する部分、これは中の軸が共通なだけで独立しているので、こう弦が乗った状態で下の部分だけがこういうふうに回せます。なので原稿調整するたびに弦を外す必要はありません。ただしさっきリリちゃんが触った時もなってましたけど、この上のサドルの部分に触れた時に引きずられて、今もそうですね、下の部分まで一緒に友連れで回ってしまうこともあるので、そうなると弦交換の時に原稿が変わってしまうリスクというのはやっぱりあって、いずれにせよ使いにくいブリッジではあります。で、弦乗った状態で原稿調整ができるのはいいんですが、こういう手元にあったむちゃくちゃ細い六角レンチみたいなのをこの穴に差し込んで回すみたいなやり方しかなくて非常にやりにくかったので、こういうクリップをね、ペンチで伸ばして曲げて、こんな原稿調整ツールみたいなのを作ってみました。これがあると弦がこう乗った状態で、この穴、対角線上の穴に差してやると、比較的原稿調整がやりやすい。以上、補足です。ここが硬い問題なんです。この2ミリの六角で止まってるんですけどね。これがストッパーになって抜け落ちないようになってる。でこれを外してやると抜けるんですけど、見てください。このストッパーとなるこれがはまるところが、このネジの中くり抜いてあるんですよね。
これがここをスライドすることでチューニングしてするために引っ張っていくように動けるようになってます。で、ある程度までいくとこれ以上後ろに下がらなくなると。で、抜けないようになってるんですけど、こんなもんね、ネジのここをくり抜いたらここ引っかかるに決まってるやん。ここの中ね。で当然そんなに精度がいいわけでもないし、で何が引っかかるって要はこうなってるわけやな。これを回すことでここが止まってるからネジ回すとこれが引っ張られて後ろに行くんですけどこの辺から先はそのさっき言ったこのネジが途中で切れてるところをこれが回るんですよね。もう今これ回しててもザリザリ言いますからね。そりゃそうだな。こっち側にネジ山が切ってあってネジ溝が回すわけよね。でこれが引っかかるんです。でこっちも塗装してやったりでこうやっぱりねこう黒い色が出てくるんですよね。こっちが引っかかる。で普通はこのワッシャーをねテフロンのワッシャーに変えたりしてマシにするんですけど、ちょっとねこの径が太くてねいい感じのワッシャーが見つからずで、どうしたかっていうともうここの当たりをつけるっていうのかな、最初はやっぱりこう金属引っかかる感じ削れる感じがしてたんで、まずそれをなじませるように何回も回しつつでまあなんか金属粉がいっぱい出てきたんでそれを取ってきれいにして、でシリコンスプレー手元になかったんでカインズで買ってきたお掃除用のシリコンのスプレー液体あれに浸してツルツルにしたらまあまあ手で回せるようになりました。はい、そんな感じ。要はここが引っかかるよね。です。いけてないです。でセラーに聞いたらマイナスドライバーつけたからそれ使ってって言ってましたけど、そのマイナスドライバーがね別にここにこうはまるわけでもなくて何でもいいんですよ。こういうのをこうはめてテコの原理で回すんですけど、で実際回した跡があったわ。そうするとこれがねここの金属がねなんかドライバーの跡ついてなんかトゲトゲして手に当たる。いけてないですね。尖ってるやろ。尖ってるね。ここにドライバーさしてギューって回すと、当然ここがえぐれるんやな。それと角が立ってこういけてない。なんだったらちょっともっとまともなね各元独立のブリッジに変えるというのももしかしたら手なのかもしれないけど、木工が必要になるかなどうかなみたいなところであんまり手は出してないです。一応こう指で回るようになったんで。今こうやって締めていくんですけど、これもちょっとコツがあって、このサドル見てもらうと分かるんですけど、こう山形になってるんですよね。分かるかな。でこの山になってるんですけど、これ巻き弦はまだマシなんだけど、このプレーン弦の方、プレーン弦ってこう巻いてあってこうぐるぐるぐるってなってますよね。これがねある程度締めてった状態でここのサドルに乗ってるとそれが摩擦になってむちゃくちゃ硬い。巻き弦はまだマシなんですけどね。でじゃあどうすんのっていうと、これをね鼻から余裕持って絶対にここの、巻き返しの部分弦こうボールエンドこうなってぐるぐるぐるってなってる、これがサドルに乗らないぐらい余裕持って貼ればいいんですけど、そうすると
やりすぎると後ろへの引き代がなくなるんです。ここが余ってるということはチューニングするためにいっぱい引かないといけなくなるでしょ。これがあんまりこう残りすぎてると、このチューニングキーをそれ以上回せませんよ。この金色のさっき見てた部品がこれ以上後ろに行けませんってなっちゃう。なんでチューニングするのにもっと音程上げないといけないのにこれ以上負けなくなるっていう微妙な調整が必要。結構めんどくさいです。もうね、加減いい塩梅を、ここのさ、巻き切ってチューニング上がってきて、ここに押さえつけられるようになってから、なったぐらいでうまいことサドルからこれが外れるぐらいの残し方。実際これ、この間張り替えた時もそれミスって、1、2、3弦とか1回ロック外して、ちょっと口引っ張ってとか。やりましたね。で、やっぱそういうことするとここで弦切れたりしがちですしね。だって一回弦を芋にネジでロックするでしょ。ここ折れ曲がるんですよ。それが足らんかなっつってこっちに持ってきたらやっぱりね、こんなところにその折れ曲がりが来るし。で、逆に弦余りすぎてたわって引く分にはまだマシかな。なんであんまりやりたくない。一回閉めたらもう外したくないんですけど、仕方なく。でそういう調整が発生するかもなんで、それまでは弦切れないですね。ぐらいめんどくさいブリッジです。でこのブリッジなんですけど、さっき言った2018年ぐらいのGOC っていうブランドがあるんですね。でこれちょっと調べてもらったら分かるんですけど、何年か前に炎上してます。で日本人の有名なネットでよく見る8弦ギター弾くエルフみたいな格好してる人いますよね。あの人が今年の春ぐらいまで GOC とエンドース結んでてね、使ってましたけど、あそこのブランドのギターで使われたブリッジっぽいですね。っていうか、あそこのブランドもこのブリッジを採用してた感じ。で、多分詳しく見てないですけど、ヘッドのストリングロックも同じなんちゃうかなと思ってて、中国では結構ベタなパーツ屋さんなのかもしれないです。あとは、ここもそうですね。ストリングロックが、この芋ネジで締め付けてこう押し付けるんですけど、この出た先が、要はこのプレートの上に弦が出てくるんですよね。なんで、ニッパーで弦切ろうと思うと一回こう上に上げたりしないといけなくて、それがあんまり好きじゃないです。に対して、さっきも言ったアイバニーズのここのロックナット、ストリングロックの部分とかは、弦はここのギターと弦の間に隙間があるんですよね。だから切りやすい。これ、ここプレートの上にベタっと出てくるからね。切るとき傷つけそうだね。まあこれはこれでね、アイバニーズの方はアイバニーズの方ですぐこのヘッドというのネックの端っこの木の部分なんで、一回僕ここニッパーバチンで当たって傷がつきましたけど、縦に切らなかった。ニッパー寝かして切ると衝撃でね、切った時の衝撃で7弦切った時ですね、太い弦をバチンと切った時に下にゴツンと当たった。といってこうね、歯がこう立ってると、その歯でこっちが傷つかんかな気になるし、ちょっと気遣いますよね。まあなぜこういうのはなかなかベストというのはないですね。はい。ただまあそうですね、一体型の方がいいとは言いますね。安ヘッドレス、中華製ヘッドレスとかだと、このストリングロックがね、各弦別の部品になったりするんですけど、これって8弦分一体化してるでしょ。これ一体化してる方がトラブル少ないって言いますね。こっちは可もなく不可もなくって感じかな。ほんで前回ドナーの時にも言いましたけど、ここのね、弦出しにくいとかも特にないんで、それはいいとこかな。ブリッジだけなんとかしてほしい。
あとこれはね、欲を言えばみたいなとこなんですけど、フレットがね、もうちょっと高さ欲しいですね。幅広のフレットで、スペック表にも幅だけ書いてあって、高さ書いてないんですけどね。滑らかは滑らかなんですけど、僕この幅よりも高さがもうちょっと欲しいなって感じです。そんな別にヴィンテージのストラトとかみたいにとかレスポールのフレットレスワンダーみたいにベッタベタとかそんなんではないんですけど、低いな意外とって感じ。はい。それもあってネックが薄く感じるのかもしれないですね。ネックの厚み、体感のネックの厚みって実はフレットの高さも含めてなんで、フレットが高いと意外とネック分厚く感じたりしますからね。でももうちょっとフレットの高さあったらよかったのになっていうのがちょっと残念でした。フレットが高くなると原稿が下げられなくなる？いや、それはあんまり関係ない。そうなんだ。さっき言った原稿ってフレットの頂点と弦の隙間の話なんで。あ、そうだったんだ。フレットが低いとね、指が弦を押さえた時に指板に当たるんですよ。でフレット高いとあんまりこの指板に触れてる感じがなくなる。指板まで当たる前にこうねフレットに当たるんで、っていうのもあってこう運指が軽くなる傾向にありますね。とかチョーキングベンドした時にフレットが高い方がベンドしやすいことが多い。フレットの高さ分こう指板に押し付けても音程が上がりますからね。フレットが低いともうこの動きだけで音程を上げないといけないんで、で高いフレットの究極系がスキャロップ指板ですね。削れてるやつ。そう貴族インギーのストラトとかフルスキャロップですよね。波打ってるね。あれはあれで難しいんですよ。押さえすぎたらシャープするから。正しい音程出そうと思うと意外と難しい。はい。で次の残念ポイントですが、さっき言ったピックアップ。これがね、あんまり好みじゃないです。なんかね、ゴーっていう、すごい分厚い音しますね。ベアナックルがそうなのか知らないですけど、最近のこういうそれこそ8弦ギターとかでもうちょっとなんていうのかな、ドンシャリというのかな、ザクザクするような音するピックアップのことが多いんじゃないのかなと思うんですけど、僕はあんまり8弦はよく分かりませんけど、少なくとも僕が今コピーしようとしてる曲とかとあんまり合わん音がしますね。でこれの前に持ってた RG80F とかさっき言った RGD-MS8 とかはフィッシュマンのねフルエンスモダンがついてるんですけど、あれはあれでね難しかったです。流行りなんで多分いい音出るんでしょうけど、あれでいい音を出すセッティングを追求するところまで至らず手放してしまいました。なんでちょっと試しにフルエンスに変えてもいいかなとは思ってますけど、まあでも交換するのにね4万5千円とか5万とかするんでちょっと躊躇しますよね。10万のギターに5万のピックアップ交換かと思うとね。ああ、そうか。で僕らおじさんからするとピックアップなんてヤフオクで5000円ぐらいじゃないのみたいなイメージがあって、サウンドハウスで新品買っても7500円とかじゃないのみたいなのが倍ぐらいの値段になってるんでね、ちょっとしんどい。収入は変わってないしはい、ピックアップがいまいちかなと思ってます。はい、次ですがスタンド問題ですね。ほぼほぼ世にあるスタンドが使い物になりません。で今ではどうしてるかっていうと、このハーキュレスの吊り下げスタンドを使ってます。
で、ちょっとここ取れる？ハーキュレスのスタンドのこのネック部分ってこういうウレタンがあるんですけど、これのこっち側切っちゃってます。で、切って、なんか包帯か何か巻いてる。これでようやく入る。こんな感じ。これ8弦だからネックが太いからそうっ。ていうことだね。幅が広いんでね。で、前持ってた RG よりも広いみたいです。で、普段この子は別の部屋のワイヤーラックみたいなのに吊ってるんですけど、これもハーキュレスでな。ハーキュレスのこういうワイヤーラック、メッシュラックみたいなやつにつける用のハンガーですね。で、これも同じように、このウレタン部分取っちゃってます。で、こんなモフ巻いてますけど。このモフモフは何者？これはゴムの跡がついたりしないよう。幅調整ではなくて？幅調整も若干兼ねてるから、これ確かね、両方とも完全に取ってしまったね、このウレタンを。で、捨てちゃったんで、硬いし滑るんでね、モフつけてます。これ手芸屋さんとかで買ってきたの？これは、こういうギター用のやつ、ギターのハンガー用につけるのが売ってる。そういうパーツがあるのね。で、本来は、ラッカー塗装用みたいよ。ラッカー塗装のギターってこうゴムのパーツとくっついてると溶けるんですよ。やけどこれも多分溶けるよ。僕実家の部屋にこれやったかな、多分このモフつけてたんですけど、さっき言ったアイバニーズの旧シリーズのネック、黒い跡がつきました。多分暑い部屋やからね。はい、そんな感じ。いわゆるよくあるね、ここに下のパーツがついてて、こう立てかける系のスタンドありますよね、こうスイングするやつ。あれとか全然立たないですよ。あとはこうしてる。こうしてることが多いですね、この部屋やと。こう立てかけてネックに負担かかるの嫌なんで、僕は結構ボディを立てかけてるかな。で、他のギターは壁美人って知ってます？ホッチキスでパチパチ止めたら石膏ボードでもギターを吊るせますよっていうのが売ってるんですけど、他のギターは結構これを使ってるんですけど、このギターはとてもじゃないけど入らないです。こんな感じ。8弦に対応してない。してない。RG80F はこれ使えたよ。だからこっちの方が太いんでしょうね。残念ポイントもう一つは伝送系がいまいちです。これ多分ね、工場で作ってるんですよね。で、このマックタウンのルシアーさんはその工場から上がってきたもののフレットだとか最終仕上げをしてるようなイメージ。で、多分工場の仕事だと思うんですけどね。はい、まずこのコントロールパネルの裏側は導電加工はされてない。普通ね、アルミのシート貼ってたりしますよ。はい、ただのプラスチックです。で、キャビティ内は導電塗料塗られてるっぽいですけどね。で、ハンダ付けなんですが、まず、このね、アース線、裸線むき出しなのが個人的に嫌。ここは熱収縮チューブとかで巻いてほしいです。この裸線が短絡するとね、この赤いところと接触したら音出なくなりますしね。はい。で、ハンダ付けもいまいちかな。僕がやった方が綺麗な気がするね。とか、この赤の線、これ出力線のはずですけど、右側の回路と左側の回路の端子ね、出力の端子が無理やりグニュンって曲げて、
一緒くたにハンダ付けしてる。そういう雑なことしてほしくないですね。ぐらいかな。あとはまあ、ハンダ付けも微妙ですよね。各所ね。はい。この辺はちょっと、もしピックアップ変えるんなら自分で全部やり直したいなと思ってます。一応音は出ます。接触不良とかもなし。はい。次回はガイさんの現在のセッティングや総評コメントをまとめた文です。次が Mac ターン紹介シリーズ最終回です。お楽しみに。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。